海子2人説があるんだけど Wi-Fi インスタマーク。あの辺がベスポジ。注文が多いな。ちょっと待って、これ事件アニサキスやっちゃおう。絶対このまま寝るつもりでしょ。この片付けもしないで。起きた。今あんた寝てたよ。バキュームの人が来たよ。じゃんじゃん。あ、そうそう、こういうやつね。こういうやつね。小さいとはいえ、やっぱ今まで使ってた 1.2 馬力に比べるとだいぶ大きいですね。ありったけの L 字金具で補強した。ウルさん、ウル飯食うか。ウルちゃん。キャラバンのそこにも入る。これね、入るように計算した。結構下もギリギリを攻めたね、これ。ちょうど入ったね。ゴムボートを借りました。今注文してるボートが全然届かないので、これを使ってみます。ウルさんはちょっとワクチンの接種をして2泊ペットホテルに預けます。クルちゃん。昭和30年代、全国の炭鉱が次々に閉山に追い込まれ、伊豆に向かっております。ホンダの船外機をいただいたんで、それを試したい。カツオ旅のチャンネルで受け取った時の動画出してんだけど、ホンダさん直々になんか連絡来て、俺にすごいやん。なんと2馬力船外機をゲットしちゃったんですよ。今まで使ってたやつ、あれよりなんかすごい立派な、立派立派。全然立派なものですよ。別物です。足柄秋焼き。おお、素晴らしい。ついに足柄に行けるんですけど、足柄のお風呂ついに行けるんですけど。タンクトップね。このようなレストランも、しかもガラガラですよ。こんな場所があったんですね。いただきます。美味しそう。シャキーン。思ったより肉肉しい。おお、アスタカ牛。これ
ショッピングプラザの奥、若干ね、若干のこれ階段を右登っていく。食後の運動ですか。ここでカラオケカラオケがあるらすげえ。結構ロッカーないから混んでるかも。富士山伏流水、なんと激混みらしいです。バイバイ。混み具合はどうだった？店員さんさ、洗い場までたどり着けないかもしれないっすよって言ってたけど、風呂は空いてて、風呂入りながら待ってたら余裕で体も洗えた。そっちは空いてた？ガラッガラ。よかったっしょ、なかなか。めっちゃよかった。サウナもあったっしょ。そう、サウナもあった。今日はもう寝よう。あれ、風呂上がりからパジャマだった？そうだよ。5時に俺が起きてボートの準備してて、海子は5時半に起きて、で海子も時間かかるじゃん、着替えたり。だから2人で5時に起きてちょうどいいんじゃない？そうだね、頑張る。2人で5時半にしよっか。じゃあ、うん。さっき31度だったけど29度に下がった。時計は狂ってて今9時ぐらい。おやすみなさい。5時半です。楽しとも明るいね。意外と暑かったね。もうファンつけてたけどさ、途中で切れてたね。あ、切れて、あっつってなって。電池切れや。俺の途中で冷房入れたもん。うんこさん寝不足により再度就寝し、俺が釣りに行って1、2時間後ぐらいに迎えに来ると、そういう作戦で行こう。おやすみなさい。エンジンオイルが入ってないってことなんでオイルを入れます。クイックリファレンスをもらってるんでこれを見ます。一応説明書は事前に全部目を通してます。カバーを外してオイルももらっちゃいました。規定量がこの半分のところらしいんで、あ、やべえ、入れすぎた。いや、入れすぎてない。これ注意しながら入れないと入れすぎになっちゃうね。やっぱ初めてのことは時間がかかるな。慣れたらもっと手際よくできるはず。もう完全に日が出てきちゃった。おはようございます。最後にエンジンですよ。何時？なんともう6時半です。今のところ準備に50分かかってます。これが多分慣れれば2、30分でできるんでしょう。から洗外機を外して海子は後で迎えに来ると。洗外機とガソリン5リットル。洗外機は全然片手で運べるギリ。もうちょっと筋トレした方がいいけど、慣れと筋肉が必要な。あとドーリーが必要。ドーリーってボートの下にタイヤをくっつけてこうタイヤで引きずれるようにするのが必要。これをよいしょ、チルト上げた状態であっちへしっかり固定して、マウントが落ちてもこれが落ちないように。ここに固定しました。
1.1 リットル入るらしいです。これよし、5リットルから1リットル入れたから予備のガソリン4リットルあります。ここにぶっ刺しといていいよ。チルトを上げといて、閉まってる閉まってる、今は閉まってる。よいしょ。あ、引っ張りでいけるわ。重いけど。おお、浮いた浮いた。初ボート。堤防の向こう側まで行ってからやろう。あ、フラッグつけてねえじゃん。これをつけないと指導しろよって話だよね。まずチルトを下げて、ここを緩めて、ここをこっちにして、チョークは吉成で安全装置、これを自分につけて、うわ、かかった。あれ、待って、かかったぞ今。おお、かかったかかった。おおおおおお、チョーク元に戻した今。アクセルを半開きでいけたな。でこの漁港内は徐行で。マジか、本気出さないでこのスピードか。止まった。いいねいいね。風があっちに吹いてるんで、一旦そのままフリーで流しながらやります。その前オーバーホールしたお気に入りのリールで。めっちゃいいやん。準備大変だけど、海に出てしまえばこっちのもんっていうか、準備もあとは慣れ次第でだいぶ早くできるはずだから、ちょっと感動しました。 60g のジグからスタート。3、40メートルはあると思う。あそこの旗ポイント行きたいんだけど、網がいっぱい入ってたから行きづらい。本田さんの安心感があるよね、やっぱ。なんだってスーパーカブ愛用者だから。最初エンジンかかんなかった時若干焦ったけど、チョーク引いてアクセル半開きにしてスターター引っ張ったらちゃんとエンジンかかった。いいっすね。ゴムボートでこんだけ前上がってたから、サップでやったらもうちょっと大変なことになる気がする。サップで2馬力エンジンやったらどうなんだろう。潮目です。本田さんの初陣でこのオーバーホールした理由で巨大魚を釣り上げたらもう感無量なんですけど、こんなちっちゃいベイトがいる。それを食ってたらあかんな、釣れんよ。おはようございます。カツオはね、私が寝てる間に釣りに行ったんですけど、水を持ってってないみたいなんだけど大丈夫かな。ダイソーさんもっと頑張って。このままだと今日の夕飯がないよ、我々。ダイソーさん静かやな。しかしレゲエでもかけたいわ。スピーカー持ってくればよかったな。あ、海子が起きた。ハロー。こんな形なんだ。すごい。釣り竿を減らして、うんうん。俺海パン履いてくるよ。オッケーオッケー。ガチ泳ぎモードに変えるわ。一切当たりなかった。エンジンはねマジで最高。おお、じゃあオッケー。移動が楽しいし楽よ。ほんと船みたいだ。ちょっとしたこのミっていうのは2馬力エンジンのミっていう。
20分フルスロットルで行った先でやってた。で帰り丸々20分かかる。ガソリンを入れたことは本当にそれ入れたんだ。手応えはもどかしい。エンジンかかりません。ちょっと風吹いてきてるからこのまま冷やしてみようまい。う。海入りてえのにさ、15分ぐらい休憩したんだけど、もうこれでもう一回やってダメだったら諦めます。砂熱っ。これのレバーをオンにして開けます。でチョークはもうそのままで。おお、さっきこっちが、あーすごいすごいすごい来た。ありがとう。イエーイ。マジでやった。やばい、マウントが取れた。ちょっと待って、これ事件ちょっとないわ。何が起きたの？一回戻る。やばいやばい、エンジンがボートから外れちゃった。やばい。一旦ここに乗せちゃえばもう大丈夫だった。これでこの状態で漕ぐわ。焦った。水没するところだったエンジン。よう抑えたね。まあ、でも一応ここに紐かけてあるから大丈夫ではあったけど、あかんわこれ、ボートがあかんわ。残念、終了。いろいろとあったけど、まあ最初だからな。そうだね。ボートもちょっと古い感じだったんだよね。いやこれは動画にしない方がいいかな。いやでもエンジンが悪いわけじゃないからね、別に今の。ボートが古かったって話で、ピンチの状況でどう対応したかが重要だから。堤防の人なんか釣ってる。さっきめっちゃ沖に行ったのに何も釣れなかったから、ちょっと市場で魚買おう。魚買ってやろう。魚を買ってやる。一旦泳ぐ。しかし泳ぎたい。暑いけん。ね、一旦飛び込みたい。せっかくエンジンがかかったと思ったらマウントが外れるっていう。怖いね海は。海っつうか、これがさ沖で外れなくてよかったよね。あ、そうだよね。沖でこれ外れたらもう最悪だよね。ここで外れてくれたのがもう素晴らしいことだ。なんならね、何年もないですよ。いやまさかのここのマウントを船に固定している接着剤がもう劣化して剥がれて、これ2個同時にズルって取れるっていうね、衝撃の結末になりました。ホンダのエンジンはかなり良かったです。エンジンは悪くない。さっきかかんなかったのはめっちゃ長距離を20分間ひたすらフルスロットルで来て、熱が冷める前にまた始動しようとしたからかからなかったのと思います。マウント重要ですね。この2つはちゃんとついてたのよ最初。これは最初からこの状態だった。確認してたんだけど、他の3つがちゃんとついてれば大丈夫っしょってことで言ったんだけど、これはこのままの状態なんだけど、まさかのこっちが取れるって。スクリューのプロペラのところとか、蓋を外して、ここに水が入っちゃダメって言ってたんだけど入ってんな。なんかね、アジの群れがいたよ。今日は魚が釣れてないから洗い物が少ないわ。もうこれで終わりよ、洗い物なんて。この2個しか使ってねえし、ネットなんてこれ一切使ってないからね。未使用。未使用。濡れてんなこれ。あ洗った方がいいか一応。未使用だけど。使ってあるしね。軽い方なんだろうけど。なんか綺麗。はい、すごい。これだ、クオン。おお、あ、駐車場も素晴らしい。
めっちゃイケてね。上寿司にしようか。3000わかるよわかるよ。踏んだり蹴ったりでしょ、うんうん今日の私。まず釣れなかった。ビーチに行くこともできなかった腹いせに漁協で魚を買おうと思ったら漁協は休みだ。いや、すごいの来たね。サンマ、アジ、カツオ、中トロ。中トロうまそう。グーちゃんかわいい。ご飯におかか乗ってんのもいいわ。なんか8貫って書いてあるけど、6貫になってる。醤油入れが魚だ。ちょっとだけつけよう。いただきます。うめえ。赤いの何？なんだろう、なんか漬けっぽいよね。白いだね。どこ節めっちゃうまい。味いただきますよ。めっちゃ美味しそう。やっぱ8貫だったね。ちゃんときた。あれおやって思ったけど。いいただきます。味ついてる系だね。あ、これわさびのだ。わさびの味する。辛いわ。めっちゃ可愛いね。最後にコーヒーをいただいた。大変満足です。ナマコ壁みたいなそういう名前だったっナマコ壁だ。け。ないものはない。あ、カンパチ売ってる。高知産だって。できれば地魚がいいやつ。あ、そうだ、売ってる。180円。やばくね？地わらさ。アジが10円で楽しめられてる。アジ10円。すいません。で、これ安すぎて審議入った。安すぎてさばいてくれないかも。わざわざこれをさばくかって審議に入ってるから、審議中。これダメだったら金目にしようか。金目にしよう。これは絶対さばいてくれ。あ、ごめんなあ、さい。いいんですか。ありがとうございます。どれがいいですね。いいにする？これ。はい、さばいてくれた。くれてるんだけど、ありがとうございます。いいもんむく。ノンアルコールなんで。0.00%。最高。バサラ峠。あ、冷たいね。眉。シャチハグ場所から多分10分ぐらいだから全然大丈夫だと思います。そうだよ、普通に。あ、これ。日帰り温泉ありがとうございます。Wi-Fi インスタマーク。めっちゃ対応が丁寧だ、そう、濡れてる人専用のルートで。シャワーをやってでその温泉に行けるんだ。はいはい、いいね。あー、気持ちよかった。熱々じゃなかった。
鍵が開いてて普通にガチャって開けたら入ってる人いてトイレねそれで叫んでしまったらはーって風呂上がりのスイーツ、マリトッツォみたいな。最高。セブンイレブン下田店最高。あんが入ってないってことか。あん入ってたらヘビーすぎるから。ヘビーすぎるからただいま炭酸水飲みたい。明日の朝釣りしたい場所の下見。あの辺がベスポジ。すげえ景色。しかし多分こっち側もいいと思うんだよな。また崩壊した。開けるたびに崩壊しがちだよね。ああ、動いたからね。谷田さんとってそれあ、大変なことになってるかも。33度。暑いもん。ストロング。寝るときはエコとかにする方がいいか。あー涼しい。ビール取ってくんね。はい。あ、ちょっと開けてくんね。注文が多いな。ありがとうございます。はい。お疲れ。いただきます。クーラーキンキンで。昆布とキノコと豆でもううまそうです。リュウグリーンさんテーブルにもなんじゃん。今日魚釣ってた人このちっちゃいルアーで釣ってたって言ってた。まさに明日は小さめのに変えれば。こっからここまでなんだ横長のパイプを作ってここを吹き出し口とするみたいな。そしたらわざわざこのクッションずらさなくてもその吹き出し口からふわーって車内に冷たい空気が出るから、このままでも使えちゃってるから今このまま使っちゃってるんだけど、よりこのキャラバンを快適化するには。いやでもキャラバンもさすごいよね。もう5年以上乗ってるよねこれね。なのに一切不具合ないのはすごくない？もう俺笑いながらちょっと感動してんだけど、初めて改造した車でこれよ、ゼロから感慨深いっすね。ほぼほぼまあ一回この床がさズタズタになっちゃってさ、床の張り替えとかしたよね。あとはキッチンのこの天板を変えた。もともとね白い化粧板使ってたんだけど表面があれ割れてきちゃったりしたからこう無垢のやつ。あとは LED が切れちゃって12ボルト化しかなんか4ボルトかに変換されてるのがついてたんだけど完全に12ボルト化して LED のテープライト交換した。そんぐらいだよね。特に2018年ぐらいに作ったまんまだよね。2018年から19年に。バッテリーはちょいちょい変えてるけど。あ、バッテリーは 3,4 回変えたね。インバーターも1500から2000にしたね。確かに電気系統はちょいちょいいじってる。あ、であとこれをつけたんだ。あとそうこれも変えたね。このシンクと一式シンクと排水タンクを変えたな。このさソファーとかさ一番最初から使ってるよね。あ、そうだね。これはまあへたってきてる。会社の同僚からもらった懐かしいわ。ここに今回ちょっと不完全燃焼だったホンダさんの船外機があります。ガソリン抜いてないんだけどどうせ数日後にまた使うだろうからね抜いてないんだけどガソリンの匂いしないね。こう袋かぶせてあ、これね180円のソーダガツオ本当すいません。なんか本当すいません。なんか何だったんだろうあれ。叩き売られてたよね。でも間違いなく新鮮いい目してたからこのカツオ。たくさん取れちゃったのかな。まあいっぱいいるんだろうね。この前も釣れたもんヘラで。一回審議入ったの面白かった。審議入った。ちょっと待ってください。180円かつって180円の雑魚1匹のためにやるか。この結果やってくれたから。マジでありがとうございます。アニサキスチェックは入念にした方がいいかも。多分内臓入ってたからそのままちょっと怖いね。それ考えたら怖いね。
例えばさ、海子2人説があるんだけどあ、なんか言われたことあるね。結構そういうコメント来るんよ。何それ、髪型が変わったから？なんで2人だと思ってんの？知らないけど、海子が何人かいるんじゃないか説がねあるんだよ。なんでそう思うんだろう。動画によって別人に見えるんじゃない？なんか多分ね、髪型だと思うんだよね。私思うにめっちゃ髪型声変わった？マジで声変わってないでしょ。声変わってないよね。声確かに髪型とか服装はガンガン変わるんだけど、そう海子さんって髪とか服装そういう変えるのは多分動画的にね紛らわしいからね良くないだろうなって私は思うんだよ。だけど変えたくて変えちゃうんです。今も結構伸びてるけど、そうまた急にショートにしたりするもんね。そういう疑惑に関してじゃあお答えすると、海子は何人ですか？一人です。多分ね、声を聞けば一目瞭然だと思うよ。多分その人声なしで動画見てるんじゃない？なくなりそう。可愛いお酒買ってなかった。ほろ酔いね。アニサキスは完全に死滅したはずだ。アニサキスやっちゃおう。これはね、日本酒だね。ほろ酔いとは合わない。間違いない。じゃない。福井県の鳥浜酒造さんの生原酒。乾杯。やっぱ日本酒だな、日本人は。いや、今日のリベンジは絶対に果たすよ。お願いします。いつか。いや、マジですごかったよ、あれ。海子さんさ、だって一瞬のエンジンかかった一瞬しかさ経験してないけど、俺バリバリやってたから朝。航海士だよ、航海士。後処理も楽だしさ、2馬力エンジンで唯一の空冷エンジンなのよ。他は全部水冷なの。水冷はね、ごめん、ちょっと料理が。料理を取ります。なんそのタレ、ニンニクだれ。醤油だれ。やばいねそれ。一切換気してないけど、この車ね、経験上ね、匂い残らないから大丈夫です。換気なんてしなくても。なんなら俺焼肉やったことあるから。ごめん。やってたね。焼肉とか豚キムチとか結構作ってるけど、ヒノキで覆ってあるから吸ってくれるのよ。これもヒノキ。これはでも強烈だな、この匂い。一切換気してないっていうか、換気できないんだけど、換気扇がねえから開けたらでも涼しくなってるから。結構涼しいんだけど、開けて風通したら涼しいけど、蚊が大量に入ってくると思う。その辺やぶだから閉めて冷房に任せよう。あと 75% あるから。米継ぎます。湧き水で炊いた、伊豆の湧き水で炊いた米だから、もう伊豆の味がするはず。伊豆と福井と、この魚は沼津だっけ、沼津のコラボレーション。うわ、超うまそう。それやばいっしょ。やばい。ちょっと酔った。そう。若干グラグラする。それはすごいね。酒って最高だね。サラダ置きたいんですけど。やべえ、なくなりそうだ。この汁をまずいただきます。ウイストの乾杯。乾杯。キノコとインゲンの味がする。入れたもん。これやばいね。即席にしてはね、ちゃんとできたのでは。すごい。そっか、刺身用のニンニクをすってあって、それを醤油と混ぜて入れたっていう。天才的だね。私はこのまずカスをかき集めて、このご飯のセット。これでもう今日の昼食べた寿司を超えられる。これのだけで多分超えると思う。寿司を？もう超えられない。並んだ。これで並んだんだけど、これで超えられると思う。本当？今日の寿司を超えた。よかったよかった。酒造さんのおかげで。180円のソーダガツオが2800円のいやー、これです。いや、180円のソーダガツオうまいね。180円のソーダガツオです。素材の生かし方がすごい。ありがとうございます。ニンニク醤油で味付けするってのはもう天才的。うまっ。180円のソーダガツオね。180円ってね、これおかしいよ。そうだよね。まずそのスタートがおかしいもんね。みんな勘違いしちゃうよ。ソーダガツオが180円で売られる理由は、すぐ腐っちゃうから、一刻も早く売りさばかないといけないわけよ。そういう状況があって180円なんだけど、実際の味はこれもう超ド級の味だから、価格と味のギャップがすごい。これね、1匹1000円で売れると思うよ。鮮度の問題がなければ。でもこの鮮度の問題がある中でこういうものを変えたっていうのは、この伊豆に来たならではというかね。で、ソーダガツオがスーパーに並んでるのが初めて見た。確かに。高知の道の駅だったらソーダガツオのたたきみたいなのが売られてたけど、それ以来初めて。いやー、次またもしソーダガツオ釣れたら絶対これやる。
うん竜田揚げを焼きで作るみたいなそういう感じのイメージだったんだ。ああそうね、俺一人の時絶対それやるわ。しかも多分これ1日2日経ってもできる焼きだから。これがクライマックスです。はい。クロートのやり方です。カツオで鍋を洗いつつエッセンスをカッサンスじゃないカスっていうな。こう洗い物が飛躍的に楽になりました。究極のカツオ丼です。究極のカツオ丼完成。180円の何なんか思い出し悪いですね。なんかさ足柄のパーキングエリアでさなんか猫のぬいぐるみがあったやんいやそんなことないだろって思ったのを今思い出してすごい面白くなって絶対このまま寝るつもりでしょ。この片付けもしないで。いやいやもう絶対このまま寝るって。じゃあ電気消していい？ダメ起きる。私寝づらいじゃないか。もう早くやってよ。今酒が回って頭がグラグラしてる。あ、そうなの？とりあえず私は寝る。おやすみ。おはよう。今もう9時前なんですけど。もういい天気だよ。おはようございます。洗い物がやってなくてカオスだよ。釣りの準備が完了している状態でした4時半に起きた時も無理だって思った。起きたんだ。起きたよ。すごいね。起きてトイレ行った。でまだ酔っ払ってた。とりあえず洗い物して考えよう。ちなみに一晩中クーラーつけて寝てたんだけど27%になった。いや私が起きた時に21まで下がってた。21だった、うん、そこからじゃあ今充電中ってこと？今さ日が陰ったからゼロになってるけどさっき90とか出てて。あ、そうなんだ、400アンペアは一発だとそうなるんだ。でもこれたとえ倍あったとしても足りないよねこれだったら。まあ一晩ならいいけど二晩でもいいけど3、4日とか連続でやったらもう無理になっちゃう。ニンニク醤油が一晩経つとすげえ匂いになるよいしょ。また高んばで釣りできなかったわあれ前来たことあって、その時も寝坊してやんなかった。あ、そうだったんだ。一人で。だけどさ昨日の海綺麗だったし。あ、また見えるかな海が。あ、見えたー。やばいやばい。おじいちゃん。